はい、藤江でございます。ね、重厚なアナログサウンドの歌がいっぱいになってたと思いますけど、今回紹介するのはですね、IK マルチメディアのシントロニック。いろんなメーカーからね、アナログシンセのソフトウェアっていろいろと出てると思いますけど、IK マルチメディアがこうね、ドーンと出してきたこのアナログシンセの集大成ともいえるね、ソフトシンセ。これをね紹介したいと思いますね。ものすごい数なんであらかじめちょっと私は選びました。なんたってね、もう数百レベルで入ってて、ちょっとここ見てもらうと分かるんだけど、ほら往年のシンセたちがこうね画像とともに出てますね。すごいですよ。これね17のインストゥルメントで、この中のカテゴライズでまたさらにねいっぱいあって、合計いくつかな、38種類のヴィンテージシンセがもう網羅されていると。例えばね、今出ました1984ポリシンス1、この感じ、この感じですよ。この1984といえばこのシンセで、見ての方通りね、もうミュージックトラックだから言っちゃいますか、オーバーハイムだね、ほらね、OXA って出てんだけど OBXA だわな。これ見てください、エディットの画面。このね黒にこの青いストライプ、これなんたってもこのつまみというね、もう完全にもうやる気にさせるこのね映画ね、最高にいいですね。どんどんいってみましょう。もちろんモノですね。見てください、これほらこれですよ、ミニモーグですよ、なったってエディットの画面もこう、もうフィルターの感じが完全にモーグだ。見てみましょう。これフィルターのタイプがね M タイプM タイプだから、もうモーグ以外ないですね。モーグですよ。 R ローランドですね。 C はカーティスだな。 O はオーバーハイムかな。でフェイズ波形とかフォルマントとかクラシックとかありますけど、さっきオーバーハイムのねブルーのストライプだったでしょ。見た感じもうすでにミニモーグではこのウッディな感じとモーグのつまみですよ。これですよ。もう最高にご機嫌ですね。これ見たらもうなんたってここにあるのと同じでしょ。これでしょ。このつまみの感じはプロフェットですね。これね、見てみましょうか。こっちの画面で見たもこっちの画面はもう正確にちゃんと表現してますね。これね、非常に面白いこのアナログの感じの音でこうアルペジエーターの音なんだけど、実機のこのプロフェット5ってアルペジエーターありませんからね。なんだけどもプロフェットなんだけどこういうことができると。ちなみにここではここのところでいろんなのがあって、こうボリュームだとかエフェクターがね素晴らしいですね。よくできてますね。で今アルペジエーターがこうなってるわけ。いろんなことができますね。よくできてます。というような形でいろんなエディットもできるぞということが分かりますね。どんどんいってみましょう。ほらね、これアープ2600ですね。まさしくいってみますよ。これアープ2600のこのオシレーターの歪んだ感じがねよく出てると思いますけど、画面もねこれスライダーですね。ちゃんと ADSR ねありますね。フィルターのエンベロップとアンプリチュードのエンベロップ、オシレーターとフィルターと LFO と、
もう完全に網羅されてるのが分かりますね。これ出ました。まさしくこれです。ね、ミュージックトラックもならではですね。実機がそのままここでもう再現というかここにあるというね。ちなみにサンプリングですから、これサンプリングなんだけども、非常にねアナログオシレーターと振る舞いを再現したドリフトテクノロジーというのがあって、それが入っていて、非常に揺らぎ、打鍵ごとの揺らぎだとか、もうまさに弾いてる感じはもうアナログシンセもの何もでもないって感じ。次このやっぱりこういうね重厚なストリングスはオーバーハイム。OBXA って感じだな、これはな。お、出ました。ジュピター8以外に何者でもないですね、これはね。ジュピターです。見てわかる通り。なんかこうさ、こういう画面が出るだけでもワクワクしますね。でね、ちょっとエフェクター見てみたいんだけど、やっぱりエフェクターがとてもよく効いてます、これ。まあここリバーブのエフェクトがありますね。あとフェーザーも効いてるね、これね。これアンサンブル、ディメンションみたいなやつだね。これチャンネルストリップで、これ EQ ですね。非常に綿密な音作りができるっていうのがよくわかりますね。この画面は何かというと、見てください。JX ですね。この手のね JX の音はもう大好きで俺。素晴らしいです。JX のこのスライダーのこの感じ、このグレーの感じ、もうほんと最高だねこれ。あとこのね、ディスプレイのこのね昔のこの LED の感じ、最高です。まさにジュピターのストリングスでございますね。出たプロフェット。でプロフェットっていうのは有名なカーティスフィルターっていうのを使ってるんだけど、もちろん C タイプですね。もうねこのフィルターってものすごい特性的に意味を持ってるんで、これ例えばね、これがちょっとレゾナンス上げ右数ってよくわかるんだけど、こういう感じでしょ。で例えばモーグタイプにするともう全然違うの、この段階でフィルターの特性が。例えばローランド、動かすだけでね全然こう。ちなみにフェーザー、フォルマント、なるほどね、クラシックってのはこう IK マルチメディア独自のこのドライブ、アマウントね、この量で
としっかりフィルター感が往年の感じを出しているっていうのはこれでよくわかりますね。これはもうジュピターならでの、ブラス。この頭のところがちょっとピッチチェンジがピッチ維持がかかってる感じ。まさしくジュピターだな。これでこのアルペジエーターであるようにここでもういろんなアルペジエーターのスタイルがありますからね。これアルペジアのパターンがもう山ほど入ってる。でクロック別に分かってますね。16のこういうのを出してみるだけでももう非常に面白いね。これだ。もう最後。というようにこれはもうまさに TB ですね。TB の303ですね。これほれほれほれ、これは何たってね、坂本さんも使っていたポリモーグですよ。これエディット画面、この感じがフィルターの切り替えこうなってるわけだ。よくできてんね。こういうところですぐにエディットができる。出ました。オーバーハイムシンサザエキスパンダーモジュール SEM の4ポリですね。これで4ボイス、もうほんと楽しいね。なんかね、これも、オーバーハイムの4ボイスだ。 SEM だ。もう最高。これね、これ私大好きなんだけど JX、DCO のね JX8P ありましたけども、ローランドのね、それで作ったエレピ、これはね実はね何気にいい音なんですよ。これちゃんとタッチレスポンスがつくこの感じがね、もう最高に私は好きですね。もちろんプロフェット5のシンクリード、ちょっとシンクリード比べてみましょうか。こっちとこれこのねポリモジュレーションのところでつくんだけど、こっちの方がいい音だエフェクター入ってないからね、こっちはね。ちゃんとエフェクターがディレイとリバーブもちゃんと搭載されて音作りをしていると。このジェントルなこのこういうところからだんだんこうねオシレーターのフィルターを
2ポール4ポールにいい感じになってきますね。これでね、見てください、来ました。このスライダーの感じ、これはね、なんたってね SY99 ですよ。 SY99 SY ってね、FM と AWM でサンプリングが合体したやつでしたけど、その FM で作った音と、次 FM の金属感がありつつちょっとフォルマント感のあるスイープのバット。もう今や FM もね、ヴィンテージの部類ですね。これはオーバーハイブだ。で見て分かる通りにここにメモリーっていうのが出るんだよね。すなわちこの、サンプルを使ってますけど、228メガバイトを使ってるこのサンプルであるということですね。次もフルブライトブラス。これもいい音だね。でもこれはね 23.6 メガバイトだからね、そのメモリーの量が多いからいい音っていうわけでもない、その作り方にもよるよね。これ私の好きな PPG ウェーブ。これも画面がほらこの画面ですよ。でこの当時のこの独特の感じがね出てますね。よくできていますね。見ての通り CS80 ですね。これリット画面、ほらこの白とか黄色とか緑とかね、赤のこの感じ、最高に楽しいですよこれ。これも PPG だ。この PPG のウェーブのこの波形がねどんどん入れ替わる感じ、これよくできてますね。マッシブスイープ、これも CS80 だ。やっぱりこのアナログ感がもう非常によく出てんだよね。もうミニモーグを弾いてるとしか思えない音。下の方に行くと最高にいい音しますね。これねすごいです。やっぱりビニモーグといえばベースなんだよね、この感じ。出ました。あえてちょっと巣の波形のやつを出してみましたけど、これはもう見て分かる通りね、ジュノー60系だよね。ジュノー
でこっからこうちょっと音作りの感じでフィルターでこう音作りをしつつ、このフィルターのエンベロープであとね、アンプリチュードのエンベロープでこう。こんな感じで音作りをしていくと。であとはエフェクターをどう使うかっていうところをこう決めていきながら、こんな感じで音作りをしていきながら自分の好みの感じにしていくと。でローランドだからといってローランドのフィルターを選ぶこともなくて、例えば私はこうね、ジュノーの波形でモーグを使いたい、モーグのフィルターを使ってみたいとかね。こんな感じで音作りをしていくということですね。とても簡単で、とてもよくできていると思いますね。ストリングス、このジュノーのストリングスもこういった感じでこう音作りをすることによってこうなるわけね。じゃあもうちょっとリリース欲しいなと思ったら、こんな感じで、自分の好みの音色に作り変えていくというようにこう長々とやってきましたが、もう莫大な音色が入ってます。でももうしっかりやる気にさせるこのインターフェースがもうね最高に楽しいですね。弾いててね、弾いてても楽しいし、やっぱりそのいかに使えるかっていうことですからね。自分のイメージとする音色にいかに近づけるか。今私はフェイバリットっていうところでもう自分の好みの音色を実は選んだんですけど、もちろん自分でこう例えばね複合的なセレクションがほぼできるんで、自分の好きな音色にすぐにたどり着くことはできるでしょうね。シンセパッドでメローなやつと、いっぱいあるね。シンセパッドでメロー、メディテーション、まさしくメロー。というようにもうでこれで自分で気に入ったらね、ここの星マークをつけるとフェイバリットグループの中に入ってきます。そうすると自分の好きなねセレクションということで、フェイバリットグループっていうのが一番上にあってね、そうするとフェイバリット、で今、ここ選ばれてるからだけど、フェイバリットの中にこうやって私がフェイバリットをつけたやつがバーってこうあるというね、わけでした。さてこのねシントロニックですけど、この画面見てください。これは4つありますね。4段ね。すなわち4つの音色が一緒になります。レイヤーって言いますけど、こう。これ A、B、C、D4 つの音色が完全にレイヤーされているということですね。でこれというのはもちろんベロシティのレイヤーもできるし、ここでどっからどこまではこれを鳴らして、こっから先はこうでみたいな。例えばこうやると下はここで上はということになりますね。こう自由自在で4つの音色をレイヤーすることができます。
非常に重厚な、さらに重厚な、いろんなパッド、すなわちさっきのいろんなインストゥルメント、いろんなねヴィンテージシンセを4台重ねられるということと全く同じことですね。というようなことができるんで、もうとても楽しいですね。ぜひこの辺も活用してインスピレーションをどんどんね高揚させてでいろんな音楽を作ってみると楽しいと思いますね。IK マルチメディアシントロニックでした。